友情とは、共感や信頼の情を抱き合って、お互いを肯定し合う人間関係や感情を示しますが、人間同士はもちろんですが、人間と動物、動物同士、所属を超えた動物同士でも友情は築かれます。そこで今回は鳥と人間、鳥と犬の2つの友情物語をお伝えします。アメリカ・コロラド州ボルダーに住む天文学者のアレックス・パーカーさんは、ある日自宅の庭でみすぼらしく汚れた鳥を発見しました。その鳥はひどく飢えた様子だったので、アレックスさんは餌を与え、しばらく様子を見ることにしました。そしてここからこの鳥とアレックスさんの友情物語が始まることとなるのです。突然裏庭に現れた鳥はヘンリーと名付けられました。アレックスさんはヘンリーに関することを自身のツイッターで綴り始めることにしました。最初の投稿には、ハローツイッター、今日はヘンリーについて話したいなとアレックスさんと青く美しい姿のヘンリーの写真が添えられていました。次の投稿は薄汚れた鳥が雨どいに止まっている写真。ある晩、僕が庭で暖炉周りの壁を飾り付ける木材を切っていると、僕の真上にある雨どいに痩せこけたアオカケスのヒナが飛んできたんだ。そこで餌をくれと言わんばかりに泣き始めた。何よりこの鳥は水を欲していたようだった。なので水を入れたボウルを準備し、僕は作業を続けることにした。するとヒナはごくごくと、まるで何日も水を飲んでなかったみたいに水を飲み始めた。とても暑い日だったんだと書かれています。こうしてヘンリーは着々とアレックスさんとの生活に馴染んでいきました。アオカケスは大人になると全長30センチメートルになるスズメ目カラス科の鳥で、頭頂部や背面、お葉が鮮やかな青い羽毛の美しい鳥です。アメリカやカナダ、メキシコに生息していて適応力が強く、市街地にもいる人間にとっては身近な鳥なのです。ヘンリーのために設置したバードフィーダーの効果もあって、ヘンリーはもう痩せっぽっちには見えなくなった。すっかり美しい一羽の鳥になったヘンリー。完璧なご飯ちょうだいのポーズもマスターするようになった。元気になったけど、今もしっかりご飯をねだることは忘れてないみたいだ。羽を広げて首をかしげて、ご飯はって聞いてくるんだよとアレックスさんは話しています。その後、野生に戻ったヘンリーは毎朝アレックスさんの家に通うようになりました。アレックスさんはヘンリーとの会話を楽しむようになったそうです。ところがしばらくするとあまり家に来なくなったといいます。アレックスさんは、最近ヘンリーはあまり家に来なくなった。仲間たちと楽しく過ごしているんだろう。きっとヘンリーが特許を取得したバックフリップバッタ取りの技を披露して仲間たちを驚かせているんじゃないかな。ヘンリーも立派な大人になり、1羽でもご飯をしっかり調達できるほどに成長していったのだろうと語っています。今でもヘンリーは時々顔を見せてくれるそうですが、アレックスさんから巣立とうとしているのでしょう。小さな頃から世話をしているアレックスさんにとって、ヘンリーの成長は
喜ばしいことではありますが、寂しい気持ちもあることでしょう。可愛がりたい気持ちもある。けれども、本当に愛しているならば、子に未来の選択の自由を与えるのが親の役目でもある。アレックスさんは、ヘンリーの意思を尊重したのです。保護された1羽の鳥が、世話をしてくれた人への恩を忘れない行動は、心が和みますね。その友情が、いつまでも続くといいですね。続いて、怪我をした野生の鳥を保護したところ、犬がそばに寄り添い続け、いつしか大親友になりました。ある女性は、怪我をして飛べなくなっていた野生のインコを保護し、家で看病することにしました。すると、女性の飼い犬が、そのインコに深い愛情を見せ、常に寄り添っていたといいます。怪我が回復し、一度飛び去ったインコ。ところが、不思議な縁で、再び犬と家族に再会しました。今では大親友として仲良く暮らしています。オーストラリアのメルボルンに住むシャーロット・イスラエリさんは、オーストラリアンキャトルドッグのミックス犬マイロを連れて市内の公園を散歩していたところ、羽に怪我をした様子の1羽の桃色インコを発見しました。ここでシャーロットさんはインコを保護し、自宅に連れ帰り、大きなケージを用意してお世話をすることにしました。クラッカーと名付けられた桃色インコに興味を示した犬のマイロは、常にゲージのそばに座り、クラッカーを見守る日々を過ごしました。一方のクラッカーは、マイロが心配してくれているのを理解したのかもしれません。やがて、ケージの下に降り、マイロに挨拶するようになりました。その瞬間から、マイロとクラッカーの距離は一気に近づいたのです。それからは、クラッカーはマイロがケージから離れると、鳴き声を上げて呼び、ケージから出ると、マイロのベッドに入ったり、マイロもまた尻尾を振ってクラッカーの後をついて歩いたりと、両者はいつも一緒に過ごすようになりました。クラッカーは怪我から回復してもすぐには飛び去ろうとはしませんでした。しかし野生のインコゆえに、いずれは自然に戻るべきだと思っていたシャーロットさんは、その日が来るのを覚悟していました。そして、クラッカーを保護して半年経ったある日、クラッカーはマイロとシャーロットさんの元から突然飛び去っていきました。突然の親友の別れに、マイロは激しく落ち込みました。空っぽになったケージを見つめる姿を見て、シャーロットさんも胸を痛めましたが、クラッカーが自由になれることを望んでいたため、心中は複雑でした。ところが、それから2週間後、シャーロットさんはメルボルンにある動物病院の Facebook を見て驚きました。そこには、クラッカーととてもよく似た桃色インコが保護されたとシェアされていたのです。オーストラリアには桃色インコは数多くいます。発見されたのがクラッカーだとは限らないと言い聞かせていたシャーロットさんでしたが、そのインコは2週間前に飛び去っていったクラッカーだったのです。偶然公園で見つけた1羽の桃色インコとマイロが仲良しになって2週間離れ離れになったけど、また再会できるという奇跡が起こったことは運命ではないかと思えました。クラッカーに再会できたマイロはとても幸せそうでしたとシャーロットさんは話しています。
こうしてクラッカーは再びシャーロットさん宅へと戻ってきました。シャーロットさんによると、親友クラッカーとまた一緒に過ごせることができると知ってから、マイロは毎日とびきりの笑顔を見せ、二人は今まで以上に寄り添って一緒に過ごしているそうです。ご飯を食べるときも、ベッドでくつろぐときも一緒に過ごしています。たとえ一種でも動物たちはこんなに仲良くなることができます。人間は動物から多くの大切なことを学ぶことができるのではないでしょうか。彼らが考えていることは私たちにはわからないことですが、そこに大きな愛があることは間違いないでしょう。突然出会った相手に対して友情が芽生えることは素敵なことです。その相手は人間でも動物でも変わりないのですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。